こんにちは、ルカです。Vlog 見ていただいてありがとうございます。私は去年の7月ぐらいから韓国語の勉強を始めました。それでもう1年以上が経つので、自分の記録も兼ねて1年間何したかっていうことを簡単に振り返ってみようと思います。まず最初はハングルの勉強から始めました。アンニョン韓国語教室というハングルの解説講座を見たりとか、本だとこちらを読んだりして参考にして勉強しました。この後は姫さんという方の韓国語勉強法の本を読んで、これでこれから何していけばいいのかなっていうのを学びました。次は単語帳をやって、これも姫さんの本なんですけど、楽しい韓国語単語帳という本をこちらも買いました。これはイラストがすごく多くって短い例文とかも載ってるので、なんかハングルとか韓国語の音に慣れたいなっていうのもあって、その例文をひたすら音読してました。でこの時は全然文法わからないので、本当に音でなんか音とかイントネーションを大事にして単語を書いて、ちょっとハングルになれたり音になれたりっていうことをしていました。でその次は有名なこちらのできる韓国語初級1から始めて、すごくいい参考書なので、これは絶対やるといいと思います。ただこれは結構教科書っていう感じがするので、最初なんかとっつきにくいなってもし思った人がいたら、これも姫さんの本なんですけど、韓国語文法ドリルという本で、なんかカラーで書かれてたりイラストとか表ですごい分かりやすく書かれている本なので、もしもうちょっと韓国語に慣れてから教科書っぽいこういうのをがっつりやりたいなっていう感じなら、こちらから入るとすごくすんなりと知識が入ってくると思います。でこの教科書、このテキストは本当に最初に出てきた単語が後からまた出てきたりとか、何回も自然と復習できるような作りになっているので、本当にできる韓国語シリーズはいいと思います。でそれと並行しながら私はハングル検定を受けました。でハングル検定の5級を受けて無事合格することができました。これは確か韓国語の勉強を始めてから4ヶ月ぐらい経った時だったと思います。でハングル検定はこんな感じで3冊私はやったんですけど、一番最初はこの本で4級の内容も入っていて、割との中だと比較的薄めの本というか問題数が少ない本なので、最初取り組むのにあんまり抵抗がないと思います。でその次にこちらのハングル検定完全対策の本はもうちょっと説明がいっぱい書いてあったりとか、こちらに比べると問題数がもっと多かったり、あと説明解説もすごく分かりやすいので、これもやってよかった本です。この2冊でもいいかなと思うんですけど、もっといっぱい問題をやってなんか自信をつけたいっていう場合にはこちらの問題集がすごくおすすめで、とにかく問題の数がぎっしり入ってるっていう感じなので、私はこれをやってもうこれだけ問題やったから大丈夫だろうっていう感じで試験に臨むことができたので、こちらもおすすめです。そしてまたハングル検定が終わってからまたできる韓国語のテキストに戻って、それをしばらくやって、今度はトピックを受けました。やっぱり試験を受けるとなんかそのために頑張ろうっていうなんか期限ができて、モチベーションもやろうっていう気になるし、受かったらそれもまた自信になって次につながるようになると思うので、試験をまた私は受けました。トピックはこちらの2冊を主に使って勉強しました。これもできる韓国語シリーズのトピック対策の本なんですけど、これもすごく説明が丁寧で大事なポイントがちゃんとまとまっていたりするので、この1冊をやると過去問とかやってもなんか前より解けるって私はなりました。でこちらの本は多分そのトピック1よりもちょっと難易度がこう高めに作られているというか、私もそう思ったし口コミとかでもそう書かれていたと思うんですけど、だからこれをやってだいたいこう把握してから過去問をやったりして合わせてこれもやっておくと
本番を受けた時になんかこれよりもちょっと簡単に思えて、私はなんか気楽にできた気がします。でトピック1も1問か2問間違えかなんかで受かることができて、でトピック2級を取得しました。はい。でまたそのまま勉強を続けて、今はできる韓国語1年ちょっと過ぎたあたりからできる韓国語初級に入りました。のんびりペースでやったりハングル検定とかトピック受けたりしたので進みは遅いんですけど、まあこんな感じでやってます。でノートはね、こちらが今まで韓国語の勉強で使ったノートです。1冊目2冊目3冊目っていう感じで、1冊目の一番最初はそのアンニョン韓国語教室のハングル講座を自分でまとめて、で姫さんの単語帳をこう書き写したりハングルになれようと思って、こんな感じでちょっと大きめに書いていました。ここは姫さんの韓国語の単語帳の本の例文を書き写していました。なんかこの毎日登場しますとか普段の生活で使えそうなものを中心に書き写して音読練習をしていました。例えば確かゴミはゴミ箱に捨ててくださいっていうような例文があったと思うんですけど、私は例えば夫がゴミ捨ててない時とか、そのゴミをゴミ箱に捨ててくださいっていうのを韓国語で言ったりして、なんかちょこちょこ日常生活の中で使うっていうことをよくしていました。で最初はできる韓国語の文章とかをノートに書いてこうまとめていたりしたんですけど、最近はもうどんどん書き込んでいくようにしています。別に書き写してもなかなか覚えられるあれじゃなくて、なんかだったらひたすら音読したりとかしています。数字が本当に私は覚えられなくって、未だに単位とかと組み合わさると全然分からなくなっちゃって、本当に練習が必要だなと思ってこういう風に書いたりしました。この辺からハングル検定の勉強をしています。2冊目の方はこれもまたハングル検定の勉強してて、この辺りはトピックの勉強をしているページです。最初こんな感じで全然後半が解けなくて、忍耐力と単語力が足りないって書いてありますね。で本当になんかできなかったんですけど、さっきのできる韓国語の対策本をやってからかな、やってから割とこう最後の方まで頑張って解き切ることができるようになっていきました。でもこの時も2級ギリギリで2回目やったらこんな感じで前の時よりもだいぶできるようになってるっていう書いてありますね。でこんな風に単語をひたすら書いてるページもあったり、自分なりに単語をこう覚えると良さそうみたいなのをこうメモしたりとかしてます。でさっきこの本をやってるって言ったんですけど、この本一旦終わってて、今はこのワークブックの方をやってます。この初級の1と2、こちらの方に対応してるできる韓国語のワークブックっていうものがあって、
こっちだけだと問題の数がちょっと足りなかったりとか、十分に練習できてないとか、私はもっと基礎をもう一回固めようと思ったので、こちらのワークブックも買って今こっちをやっているところです。やったところなので、覚えてはいるんですけど、やっぱり数字のところが苦手だなとか、なんかそういう改めて苦手なところを見つけるために私はやっています。で、本当に何回も確かめるような問題が出てくるので、なんかもっと早くこれやってたらよかったなってちょっと思いました。今もしできる韓国語をやってる方がいたら、その1課終わるごとにこれで確認するとすごい理解が深まると思います。で、私は11月中にこれを2冊終わらせて、早く中級のテキストに入って、でトピック、次受けるトピックの準備をしたいなというふうに思っています。本当は先月10月にトピック2受ける予定だったんですけど、私の準備不足と体調不良も重なってしまって、その時は受けないことにしました。本当になんかあるらしいんですけど、トピック1受けて、でトピック2入ろうとした時に難易度が全然違ってびっくりするみたいなのがあるらしくて、私もすごいそれを実感して、なんか全然トピック2なんか歯が立たないなっていう風になって、本当に計画立てて勉強しないとなっていうことを思いました。だから来年の春に受けると思うので、それに向けて頑張ろうと思います。こんな感じで対策について調べてメモしておきました。これから韓国語勉強をしようと思っている方とか、すでに勉強中の方の参考になったらとても嬉しいです。
무시를 듣는 거